皆さんこんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、日本留学試験本当にお疲れ様でした。出来の方はいかがだったでしょうかね。いろいろと引きこもごもだと思いますが、試験の結果がですね、だいたい1ヶ月後の7月下旬あたりに、発表されますので、それまでですね、しばらくの間時間がありますので、ぜひですね、この期間は日本でしか体験できないこと、いろいろな経験を積む時間に当ててください。また、この間にですね、進学説明会とか、大学のオープンキャンパスがいよいよと本格的に始まりますので、ぜひそういったものにも足を伸ばしてですね、志望大学、受験校の情報集めをしっかりとしていくようにしましょう。そんなわけで、今回の、こちらの動画では、特別選抜入試、外国人入試の2回目としまして、特別選抜入試の要件について少しお話できたらと思います。特別選抜入試の要件として覚えておいてほしいことは2つ。1つは12年学歴。そしてもう1つが将来の夢となります。まず最初に少しですね、日本の人の教育についてお話ししたいと思います。日本の人が赤ちゃんとしてこの世に生まれて、しばらくするとですね、保育園とか幼稚園というところに通うようになります。もちろんこれは行かなくても構わないのですが、大体の子供たちが保育園なり幼稚園なりに通うようになります。そして6歳になると、いよいよ小学校に入学するんですね。で、小学校に入学して6歳から12歳までの6年間、小学校で教育を受けることになります。その小学校を12歳で卒業したら、次は中学校へ進学することになります。この中学校では12歳から15歳までの3年間過ごすことになっていきます。そしてその中学校を卒業した後、大体ですね、97% が次の高等学校、高校へ進学することになります。この高校では15歳から18歳までの3年間過ごすことになるんですね。で、こちらの今の教育、学校の話を振り返ってみますと、この小学校と中学校は義務教育といって、必ず教育を受けなければならない9年間となっています。そして、この高等学校、高校ですが、高校は別に進学しなくても構わないんですね。ですが先ほど申しました通り 97% の日本の若者が高校に進学することになって、で3年間高校で生活をする。この高校を卒業するまでのこの12年間を12年学歴なんて呼んでるんですね。で、この12年間を修了した高校生が次の段階で4年生の大学に進学したり、短大に進学したり、あるいは専門学校に進学したり、卒業した後就職するなんていう高校生もいるんですが、大体ですね、この 57% の高校生が大学へと進学していきます。ちなみに内訳言いますとですね、短大、これ 3% しか進学しないんですね。で、専門学校なんていう学校にも 21% の人が進学して、で、残りはその他として、就職したりですね、海外にチャレンジするなんていう若者が出てくるんですけれども、これが日本の高校生までの学歴となります。そして、大学へ進学するには、この12年間勉強してきたことの集大成として、その勉強の成果を試す入学試験というのを受験して大学へ進学していくことになっていきます。つまり、その入学試験の成績によって大学の合格不合格が決まる。これが大学入試なんです。と言いましたけど、これは世界どこの国でもですね、似たような制度を取ってると思うんですが、こちらの方ね、勉強一生懸命頑張ってね、入試に向けて受験勉強って勉強して、晴れて大学の試験を受けて合格した。なんていう人が大学へ進学できるんですね。ところがですね、私たち昭和のおじさんおばさんの世代では、そんな中から問題が出てきました。どういうことか。受験戦争という問題が出てきたんですね。
最近の日本社会ではよくですね、テレビで韓国の受験戦争とか、中国の受験戦争、中国だ、戦争どころか地獄だなんですね、受験地獄だなんてテレビで放送されますが、実はですね、私たち昭和生まれのおじさんおばさんたちの頃も、日本でも受験地獄、受験戦争があったんです。入学試験の点数がわずか1点違うだけで順位が100人も200人も違ってしまって、それが致命傷となって大学に不合格になってしまうなんていうそんな時代でした。とにかく勉強で勉強できる人しか大学に進学することができませんでした。ところがここで問題が起きてきます。というのも大学へ進学する理由は様々ですが、大学進学した後の就職ですね。その就職の段階で企業はその大学の名前で選ぶなんていうことが起きたんですね。少なからず今もあるんですが、こういうのを学歴フィルターと言って、まず就職試験を受ける際にですね、自分の履歴書とか出しますけれども、その際の大学の学歴、名前によってもうそこで採用不採用が決まってしまう。こんなことが起きてしまうんですね。その結果、受験生たちはどうしたかというと、とにかく就職に有利になれるようにということで、一流大学、有名大学、名門大学に合格しようと一生懸命受験勉強をしてきました。そして試験を受けるんですが、今お話しした通りですね、大学で何を勉強するかよりも、その大学の名前、ブランドによって志望校を選ぶ。そんな現象が起きてしまったんですね。その結果、とにかくその有名大学に入りたいからといって、すべての学部を受験するなんていう受験生も出てきました。例えば、こちらですね。この有名大学、っていうか有名大学だけじゃなくて、私立大学っていうのは、大体ですね、その大学にある学部の入試日程っていうのは、1日ずつずらしていて、同じ日に全部入試やるっていう方が少ない方です。で、こちらの超有名大学は、とにかく超有名で、就職でも圧倒的に有利になる。ということで、この大学の、学部、すべてに出願する。なんていう受験生も出てくるくらいです。すべてっていうとたくさんありすぎるんで、大体ですね、こちらで例を出した通り、5つの学部全部に出願するんですね。そして、5つの大学を1日おきに試験受けていって、で、その中で合格した学部に進学する。こんな受験生が大量に発生しました。となると、どういうことが起きるか、もう想像できるかと思います。例えばこの例で言うと教育学部しか合格してませんので、この受験生は教育学部に進学するんですが、教育とかそういったものに全く興味ない人が大学のブランドが欲しいだけで進学する。こんな現象が起きてくるんですね。これを日本語で不本意入学と呼んでいます。本当はこんな勉強したくなかったのに、成績でこの学部にしか入れなかった。だから仕方ないから通うんだ。なんていう、そういった大学生がたくさん出てくるんですね。当然、自分の興味のない学部に入ってしまった以上、勉強自体全然興味ないんですね。その結果、大学に入ったその受験生たちが、大学の4年間、勉強はそこそこにして、とにかく遊びまくる。そんな社会現象が起きて、で、大学のことをレジャーランドだなんて呼んだ時代もありました。こういった問題が発生したんですね。成績で志望校を決めるとなると、こうなってしまうんだろう。ということで、大学側もこれはいかんということで、様々なことを検討しました。その検討の結果、とにかく不本意入学を避けよう。本当にこの大学で、本当にこの専門の分野で勉強したいっていう受験生をなるべく合格にさせよう。ということで力を入れたのがこの特別選抜入試です。また、東京の有名私立大学の慶應義塾大学では、アメリカの入試制度に倣って AO 入試なんていうのも始めたんですね。で、この AO 入試っていうのは、現在では総合型選抜なんて呼ばれていますが、この特別選抜と総合型選抜というのは、実は
そのような背景があるのです。ですので、先ほど特別選抜の要件とお話ししましたが、この要件とは、一つ目は12年学歴。12年学歴の要件に加えて、こちら目的意識。これが特別選抜入試の要件となってきます。目的意識。つまり将来自分は何をしたいのか。将来の夢ですね。その夢につなげるために、この大学でどんなことが勉強したいのか。これが特別選抜入試では最優先の要件となっています。時々こんな話するとですね、じゃあ将来の夢がないと大学行っちゃいけないのかなんて文句言う受験生もいるんですが、今お話しした通り、将来の夢がなければですね、一般選抜、一般入試を受ければいいだけなんですね。けど、一般入試の成績で志望大学とか志望学部を選んだ結果、不本意入学が起きてしまった。それをなくすために設けられているのが特別選抜であり総合型選抜ですので、まずこちらの最重要要件として、将来の夢、これが問われるというふうに認識しておきましょう。ということで、今回はこの特別選抜に必要な要件として2つお話しいたしました。次回の動画ではですね、このうちの将来の夢、その夢の考え方、見つけ方についてお話ししたいと思います。よろしければチャンネル登録をして、次の動画のアップまでお待ちください。